皆さん、こんにちは。プログラミング学習チャンネルの武士道です。本動画は Python のNumPyライブラリの基礎講座後編になります。前半を見ていない方は概要欄にリンクを載せておりますので、チェックしてみてくださいね。前回は結合、分割までを行いました。今回は点値、グリッドデータの生成、ユニバーサルファンクション、ブロードキャストを学習していきます。まずは、点値になります。実行結果を見ていただいてわかる通り、点値は行と列を入れ替えることを言います。点値を利用できることは多くのメリットがありますが、今回は省略します。次はグリッドデータの生成になります。このグリッドデータを利用することで、ヒートマップや関数など画像のように可視化することができます。では、2つの配列を用意して動作を見てみましょう。結果を見てわかる通り、X 座標と Y 座標の要素を持った二次元配列を生成することができます。3つ目は、ユニバーサルファンクションです。通常であれば、for を用いて一つずつの要素を取り出し変換する必要がありますが、ユニバーサルファンクションを利用することで、すべての配列の要素を一括で変換することができます。一つ目の結果を見ていただいてわかる通り、アブソルートバリューの頭3文字の ABS を用いることで、すべての要素を絶対値に変換できます。2番目、3番目についても、すべての要素をサイン、コサインに変換、適用することができます。最後は、ブロードキャストになります。ブロードキャストは、複数の強力な機能を持っています。まずは、次元の長さが1の部分を複写し自動で長さを揃える機能を2つ見てみましょう。1つ目は、1、2、3の配列に10を足したものになります。これは、1、2、3の3つの要素が入った配列に合うように、10を3つ入れた配列を自動生成した結果、11.12.13 という結果になっています。2つ目も同じく、同じ長さの配列に変更して、掛け合わせたものの結果が返されるようになっています。これがブロードキャストの1つ目の機能です。次は、形状変更をして和を求めます。NumPy New Axis Object をインデクシングに使うと、配列に軸を追加することができます。この 3×1 行列と 1×3 行列の和は、ブロードキャスト機能を用いることで、3×3 の行列になります。最後にその他の機能を見ていきましょう。まずは、平均とブロードキャストを利用した差を見ていきましょう。階乗もすべての要素に適用することができます。もちろんドット積も求めることができます。ブロードキャストを用いて各要素ごとに判定もできます。これはデータ分析で重要になりますので、ぜひ覚えてもらえると良いと思います。まずは、行列の平均値よりも小さいものを true で返してみましょう。この状態では、どれだけ条件に当てはまっているか目視で確認しなければなりません。次のサムを利用することで、条件に当てはまった true の数を数えることができます。また、一つでも条件に当てはまっていれば、true を返す any メソッドがあったり、すべて当てはまった時のみ返す all メソッドもあります。完全に配列同士の要素が一致しているか判断する場合は、
オールクローズメソッドを利用することで判断することができます。少しの誤差を許容したい場合は、アトルキーワード引数を利用することでその数値分、誤差を許容することができます。最後におまけになります。ここまで、NumPyのサムメソッドを利用してきました。同様に、配列のメソッドを利用することで同じ結果になります。内部的には同じ動作をしているため、使いやすい方を利用してみてくださいね。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画で会いましょう。